はい、どうも、オックスアウトです。さて、今回はですね、サムスンの Galaxy S シリーズの最新機種 S22 と S22 Ultra の話をね、していきたいなというふうに思います。今回はね、この CPU がどうだとか、メモリーがどうだとか、あとゲーム性能がどうだみたいな話っていうのは、今回この動画ではあまり深掘りせず、僕が興味があるのはやっぱりカメラ周りの性能なので、実際に今回ね、撮影した写真や動画とともに、その使用感をね、お伝えしていければなというふうに思います。スペックで1点だけ取り上げると、今回この S22、S22 Ultra は以前のモデルに比べて AI のチップ性能が2倍になっているそうなので、それこそがこの2台のカメラ性能が特別である理由です。僕は趣味や仕事で作品を撮ってるのに使ってるのはもちろんミラーレスカメラなんですけれども、日々一番使っているカメラっていうと、スマートフォンのカメラで毎回ね最新機種が出るたびに写真や映像のクオリティがガンガン上がっていてね、ほんと衝撃を受けてるんですけど、それでもまだねミラーレスカメラにやっぱり優位性があるなと思ってたのがボケと暗所性能なんですけど、ここを突き詰めていくと物理的なサイズが必要になってくるんですよ。でこれをね打開しようと思っても、当然スマートフォンを80年代の携帯電話みたいなサイズにするわけにもいかないので、ハードウェアじゃなくてソフトウェアでなんとかしようと、各社さん頑張っていると思うんですけれども、数年前からねスマートフォンでも疑似的に写真や動画で背景ボケを作れるポートレートモードっていうのが出てきたじゃないですか。僕ちょっとまだあれね精度がいまいちだなと思ってたのであんまり使ってこなかったんですけど、 S22 シリーズはめちゃくちゃ良かったです。僕がこれまで使ったどのスマートフォンよりも本当にね背景ボケは自然で、これだったらもう全部ねポートレートモードをオンにして撮影してればいいんじゃないかって思えるくらい本当良かったです。これはねAI ステレオデプスマップっていう、AI アルゴリズムで実現しているらしいんですけど、さすがにね髪の毛一本一本までとはいかないものの、かなりの精度で細かく判別して自然でボケ感のある写真や映像っていうのを撮影することができました。いやー本当にね AI 恐るべしですよ。となるともう一方の暗所性能はというと、 S22 シリーズにはナイトグラフィーカメラという機能が搭載されていて、夜間でも複数枚の写真から綺麗な部分を AI がねこれまでにはない精度で合成してノイズを除去したり、あとはね動画ではフレームレートを可変させて環境に合わせて明るさを自動で調整してくれたり、その他ねアダプティブピクセルテクノロジーって言われるいろいろね小難しい名称の機能のおかげで本当ポートレート写真や動画が暗いシーンであっても誰にでも簡単に撮れちゃいます。似たようなアプローチっていうのは当然各スマートフォンだったりカメラメーカーさんでもやっているんですけど、その精度がね本当にすごく良いんですよ。この写真なんかもまだねこの日の昇らない明け方に撮ってるんですけど、これね本当はかなり暗かったんですけど伝えるのが難しいぐらい明るく撮れてて、ノイズも少なくてディティールもしっかり残ってます。ミラーレスカメラでも撮影しててもちろんねノイズが出てしまうってことは結構あるんですけど、パソコンにそのデータを取り込んで後処理でノイズを消すっていうのがそのねクリエイターの腕の見せ所の一つではあったと思うんですよ。 AI はねこの辺サクッとやっちゃうんだもんな。悔しくなってきますねいやサムスンさんには申し訳ないですけどね、ちょっと悔しいんでこの後はかなりね辛口めにレビューしていきたいなと思います。でやっぱりね今回この S22 も S22 ウルトラもやっぱナイトグラフィーカメラっていうのが一つの売りなので、今回のね作例っていうのはかなりいろいろ夜に撮ってきたんですけど、夜ってやっぱりいろんな色のネオンとかスポットライトみたいな照明っていうのが街中では結構あるので、すごくねかっこいい雰囲気の映像とか写真が撮りやすいんですけれども、従来のスマートフォンだとミラーレス一眼とかのね大きいレンズに比べちゃうとやっぱりねどうしても嫌な感じのフレアっていうのが結構盛大に出ちゃうってことが多かったんですけど、この S22 と S22 ウルトラにはスーパークリアガラスって呼ばれる反射を抑えたガラスによってねそのあたりもねすごく軽減されてました。
ちなみに僕の作例では一部光がこうぼやっとしてるのは、これはねフレアじゃなくて映画の撮影なんかで使われているミストフィルターっていうものを使ってあえて出しているものなので、そこはね誤解しないでくださいね。嫌な感じのフレアが抑えられてるから、こういった普段僕がこうミラーレスカメラで使っているようなテクニックが使えるっていうのがね、ほんとねクリエイターとして見た時にはねすごくいいなって思うポイントでした。また褒めちゃったな。でこの S22 と S22 ウルトラは、パッと見てもねサイズには結構違いがあります。で S22 はこう非常にねこう手に馴染むサイズになっているので持ちやすいし操作もしやすいなっていう感じで、 S22 ウルトラの方は映像を見る方やゲームをよくする方にとってはやっぱりこう画面がすごく大きくて見やすいのと、 Galaxy Note ではこうおなじみのこう S ペンっていうのが本体に内蔵できるようになってます。なんかこの感覚すげえ久しぶりだな、このカチカチ感で。背面を見るとカメラの数も違います。 S22 は5000万画素の広角メインカメラ、1200万画素の超広角カメラ。 S22 ウルトラの方は1000万画素の10倍望遠カメラが1つ増えていて、さらにメインカメラも1億800万画素の広角カメラとなっていて、画素数が倍以上に向上してます。1億800万画素ってやばくないですか圧倒的な画素数で撮影した写真は本当ねこうグッと拡大してもかなり細部までディティールが残ってますし、また光学で10倍デジタルズームと組み合わせると最大100倍っていうズーム倍率を誇って、さすがに100倍までいくとディティールは結構厳しいんですけど、僕が持ってるこの望遠ズームレンズ以上の倍率をスマートフォンで撮れちゃうんですから、驚くしかないですよね。いやねえ本当にさらにねこういうねカメラの話をしてて忘れがちなのがこのインカメラなんですけど、このインカメラも S22 は1000万画素になってるんですけど、このウルトラの方は4000万画素と大幅にこっちも画素数が増えてます。インカメラって自撮りをするのにこう画面を見ながらこう撮影できるのでめちゃくちゃ便利なんですけど、インカメラの画質ってやっぱりちょっと厳しいなっていうイメージがあったんですが、これもねかなり綺麗に撮影ができるのでびっくりしました。背面カメラ同様に AI が非常にこういい仕事をしているので、夜でも綺麗に背景をぼかした自撮りを撮影することができます。でさらに S22 とこの S22 ウルトラは手ブレ補正も非常に優秀で、物理的な OIS とソフトウェア制御の VDIS を組み合わせて夜間でも手ブレ補正を軽減して撮影することができます。さらに動画ではスーパー手ブレ補正をオンにすると超広角のカメラの画角を生かしてミラーレスカメラではこんな大きいジンバルを使わないと撮影できないようなこう安定したブレのない撮影をこのカメラだけでできちゃいますねえもうどうしようまたプロモードを使用して撮影することでマニュアルでカメラの設定をこういろいろとコントロールして撮影することもできるので僕は基本的にねオートに任せて撮ってれば全く問題ないかなと思うんですけど、例えばあえてねこの逆光でこう人物のシルエットを撮影しようと思ったりすると、オートだとカメラがこう気を利かせすぎて被写体をこうすごく明るくしようとするので、そういう意図があって特殊な撮影をしたいっていう時には使うといいかもしれません。もちろんねローも取れます。さっきもねちょっと紹介した S ペンなんですけど、僕ペン系のツールってあまり使ってこなかったんですけど、実際に使ってみると遅延も少なくてすごく滑らかで自然な書き心地でした。で S ペンはここにねもう一個ちっちゃいボタンがついていて、これをね押すとみたいな感じで自撮りができるので、遠くにポンと置いて集合写真を撮るときなんかには便利なんじゃないかなと思います。撮った写真を編集するときにペンタブがあると指より細かく調整できるのでね、これは非常に便利だなと思います。すごいなと思ったのがオブジェクト消去機能って言われる結構ねPhotoshop とかああいったものについてくる機能がデフォルトでついてるんですよ。不要なものを囲ってあげればこう AI がねこれもね一発で、綺麗にしてくれます。
はい、というわけで今回は、Galaxy の S22、S22 Ultra のカメラ性能周りを、主にね、見てきたんですけれども、やっぱりね、こう、ナイトグラフィーカメラというだけあって、これまでスマートフォンが苦手としていた暗所性能が格段に向上しているなというふうに思いました。もうちょっとね、AI がすごすぎて、プロの職人技みたいなものをこう、AI がサクッとこなしてくれちゃうもんだから、いや、本当にすごいなと思いますね。ミラーレス一眼とスマートフォンのカメラって、綺麗にこう写真や動画を撮るっていう、ゴールは同じなんですけど、やっぱそのアプローチっていうのが両者結構違っているなと今回改めて感じて、スマートフォンはやっぱりその処理能力を生かして AI とか、そのソフトウェア側ですごくこういい感じにこう仕上げてくれるっていう感じがして、で僕が使ってるハイエンドのこのミラーレスカメラとかっていうのは手間暇かければすごくその人らしい作品が作れるんですけれども、ただもね、かといって SNS にアップする写真とか動画全部そんなことやってられないので、やっぱりね、気軽に撮りたい時はそのあたりを、AI っていうね、また一人のこう優秀なクリエイターに、ある意味こう丸投げできると思えば、ものすごくね、それはそれでいいんじゃないかなというふうに思いました。本当単純にいい感じの写真や動画をポチッと押しただけで昼だろうが夜だろうが本当綺麗に撮りたいっていう方にとってこれ以上のスマートフォンはね、本当ないんじゃないかなというふうに思います。ぜひね、このね Galaxy S22、S22 Ultra を気になるという方はね、店頭で撮ってその AI 性能みたいなものをこう試してほしいなというふうに思います。本当にいろいろすごいので、また現在ね、予約期間内に予約すると豪華プレゼントをもらえるキャンペーンもやっているので、応募資格などはこのね動画の概要欄の方に書いておくので、ぜひね気になるという方はそちらもチェックしてみてください。さて、それでは本日の動画は以上となります。またね、次の動画でお会いしましょう。ピース。